こんにちは、ことまむです。今日は前回の残りの布に少しまた細かい布を足してつないでいきたいと思います。次に裏布とキルト芯を用意します。サイズは 20cm×30cm。 足りないところはまだ残ってる端切れで埋めていきます。うまくつなげなかったところはこのようにして1枚間に布を入れてきました。縫い代をカットしていきます。持ち手を作っていきます。持ち手を縫っていきます。私の場合端切れですが、こちらをつないできました。長さは6センチ幅 ×30 センチ。端切れなので私は少し 0.5 ミリほど少ないですが、これで作っていきます。皆さんは6センチ ×30 センチで作ってみてください。アイロンで2センチ折って、こちら側1センチ折ると折りやすくなります。そしてキルト芯2センチ幅の30センチで切ってあります。これを中に入れて縫っていきます。次はファスナーです。ファスナーの始末をします。両端の始末をします。ファスナー用の布 3.5 センチ ×4 センチ。そしてタグも作っていきます。タグ用の布5センチ幅 ×12 センチ。タグ用の布は半分に折ってから中心に合わせて折ります。そしてさらに折ってここを縫い留めていきます。表布に刺繍糸でステッチをしていきます。その印をしました。肩紐も作っていきます。こちらの幅は 4.5 センチ。4.5 センチで端切れを縫い合わせています。このように折って反対側も
少し折って半分にして真ん中を縫っていくようにします。バイアステープは 3.5 センチ ×1 メーターになります。裏布を合わせてからバイアステープでくるんでいきたいと思います。バイアステープを挟むときに持ち手を挟んでいきます。中心に印をして中心から4センチずつ離れたところに持ち手を挟みます。持ち手は外側に 0.5 センチ出して1センチのところを縫っていきます。縫い代のキルト芯を少しカットして内側に折って混ぜていきます。ファスナーをつけていきます。中心同士を合わせて外側から少し入ったところに合わせてつけていってください。線があるのでその線のところを縫っていきます。ここを脇をこのように合わせてこの字と字をしていきます。その前にここにタグを挟んでいきます。タグはこのファスナーの始末をしたところにつけていきます。最初にこちらに縫い付けます。時々返し縫いをしながら縫っていきます。はい、ここまで来たらこの上の部分をすくいながら下のタグの布もすくっていきます。片側ずつ縫い留めます。これで両端タグがつきました。このように中で折って縫い留めていきます。反対も同じ大きさで折って縫っていきます。
私の場合、ここの幅6センチにしてみました。これで縫い留めていきます。持ち手の紐をバイアステープのところにつけていきます。持ち上げてバイアステープの端にこのように合わせてここを縫っていきます。中はシンプルです。タグをつけることでバッグにも使うことができるポーチです。こちらの余った端切れもこのようにするとお気に入りの布も最後まで使うことができます。よろしければ参考にしていただけると嬉しいです。以上、最後までご視聴いただきありがとうございました。ことももでした。